こんにちは。こんにちは。じゃあ GB ガース大阪堀江の赤木です。GB ガース京都のからです。GB ガファス大阪梅田の吉田です。本日のメガネの時間は何でしょう。何でしょう。なんとなくどうでしょう。この漢字見ていただいて、察していただければ今日何を喋るのかというのを察していただければどうでしょう。はい。今日はまあちょっと珍しい3人が集まりまして、そうですね。ちょっとこのダブルブリッジ愛好家の会っていうのをちょっと開催したいと思いまして、割と普段からこうダブルブリッジをかけている面々が集まりまして、はいまあ、ちょっとダブルブリッジここがいいよねみたいな話をちょっとしていければ。でそもそもこのダブルブリッジっていうまあこういうデザインがあるんですけど、これはなんかルーツ的なところっていうのはなんかあるんですか。まあちょっと今日の解説要因として呼ばれているようなところがあると思うんで、ちょっとお話していきたいなと思うんですけど、ダブルブリッジって割とルーツがはっきりしてます。レイバンのアビエーターですね。あれがまあ起源であると言って間違いないかなと思います。まあ1937年ですね。ここにね完全に本物はないですよ。まあ言うとこういうティアドロップでこの日本のブリッジを持ったメガネ、こういうメガネが誕生しました。もともとパイロット用だったんですよ。彼らがかけるために当時はガラスのレンズを入れてましたからレンズは結構しっかり重いと。でフレームはメタルですので、どうしてもこう歪みが出ちゃうと困るということで、この日本のブリッジでこう合成をすごい高めたんですね。それが起源というかそういうことになってますね。ルーツ的にはちょっと強度を持たせるという意味合いから、もともとはそういうところだったんです。ただそれが50年代になってちょっと一般に広まり、70年代にミュージシャンとかそういう人たちがアイコン的に使うようになり、80年代に入るとなんとなくお分かりだと思うんですけど、ちょっとこうバブルのね時代にダブルブリッジを割と派手な眼鏡をかける人が出てきて、で90年代に1回ちょっとダブルブリッジってもうちょっと収束しちゃうんですけど、2000年代ですよね。だんだんそのダブルブリッジを様式として一つのデザインとして使えるようになって今現在にこう至っていると、そういう流れかなと思います。なるほど、よくわかりました。非常によくわかりました。詳しい解説を。でどうでしょう。皆さんいつからダブルブリッジどんな出会いがどうでしょう。岡田さんどう。そうですね。実は僕ダブルブリッジってそんなに数は持ってないんですよ。実のところは。そうですか。なんかでもこのイメージがね結構続いてますよね。これが僕すごい気に入ってかけてるバダのこのダブルブリッジがありますんで、たまによく言われるんですけど、ちょっと度数が強度数なもので、ダブルブリッジって意外とレンズサイズが大きいものが多いんですよね。だからそういうこともあってなかなか数は持っててないんですけど、最初ね2000年代ですね、H フュージョンでセルロイドでちょっと小ぶりのプラスチックのダブルブリッジが出たんですね。そこでちょっといいサイズ感だとデザインのかっこよさに惹かれて、そこから着用を始めて、でちょっとバンと間が空いて、でもこのいきなりこのバダまで来てしまったっていうそんな感じですね。これはもう展示会で見つけて、ちょっとねお店のセレクトもちょっと忘れて何回も命使いをこれいいんちゃうかっていうね。これのねゴールドとガンメタルこの色に何回かけ替えたっていうことでやられた。自分の買い物してらっしゃる。そうですね。一品ですね。これはめちゃくちゃ気に入ってる感じです。なるほど。やっぱりそのサイズ感とかでなかなかちょっとこう手に取りにくかった。そうなんですよね。吉田さんは。僕は2020年頃ちょうどコロナぐらいの時にこの G パーツをもう本当に実用面で家の時間が長い、寝転ぶ、朝から晩まで通してかけれるメガネ探した時にあんまないんですよ。実はやっぱり言ってもメガネ繊細なんでやっぱり歪む。ただそこはツーブリッジ。なるほどなるほど。っていうところで一番初めに手に取ったのはこちらですね。でこれに調光レンズを入れてもう完全そう。もう完全そう。ライフスタイルが完成する。なるほど。
っていうのが始まりですね。なるほど。僕はですね、2000年代初頭ですかね、2000何年かちょっと覚えてないんですけど、初めてセレクトショップ、こういうメガネのセレクトショップでメガネをちょっと買いに行こうとって行った時におすすめされた、今でも覚えてるイエローズプラスのシート状のチタンのツーブリッジで白いメッキがしてあるやつがあったんですよ。ありましたね。白いのがあったの覚えてらっしゃいます？覚えてます、もちろん。それを買ったんですよね。なんかまあ今あれかけろって言われたらちょっとしんどいなっていう感じのデザイン、今はちょっとあれなんですけど、まあその時ちょっとこう人と違うものがかけたいみたいな、まあ多分マインドがあって、まあそれを選んでかけた。でまあスタートがそこなんで、割とまあそこからは抵抗なくいろいろダブルブリッジをまあかけていってるっていう感じですね。なるほど。はい。でどうでしょう、ツーブリッジ、ダブルブリッジ、これどっちで呼んでます？ツーブリッジ、ダブルブリッジ。なんかまあ2の方がスルッとツーブリッジ。ツーブリッジ。なんか僕もなんかツーブリッジって。ああ、そうですね。なんか今口触りが。そうですね。ツーはそうか、まあ実際のところ僕ちょっとダブルブリッジで呼んじゃってるかもしれないですね。まあこれはどっちでも同じでもどちらでもいいです。で、まあこのツーブリッジ、ダブルブリッジをかけた時のこう印象といいますか、これどうですか？なんか普通のメガネとの違いみたいなものってなんか。そうですね。もともとダブルブリッジってさっき出てたその軍物からのあれなんで力強いというかこう男っぽい感じがするっていうところだったんですけど、今はそれがちょっとまた変わってきてますよね。少しこうマイルドになってきて。これ本当に僕のメガネもそうですけど、このトップバーがなかったら割と普通のラウンドのメガネなんですよね。これがちょっとあるだけで少しこう、まあ、モダンな印象というか、デザイン性が出てきたりとか、そういう感じがある。なんか僕は今すごくダブルブリッジこう洗練された感じというか、そういうファッション性の高いイメージってありますよね。確かに。どうですか？まあ岡田さん言われたように、このツーブリッジをツーブリッジたらしめてるのがトップバーなんですよね。この線がここにあるかないかっていうのは、メガネにとってはかなり大きな見た目の違いがあって、この線があることによりなんかちょっとこうワンランクちょっと違う世界にメガネがちょっと行きます。だから同じスクエアとか同じラウンドでもこのトップバーが追加されることによるデザイン性の上がり方とか、ちょっとだけ非日常になるような感じがなかなかいい見受けられます。非日常にこのブリッジが連れて行ってくれる。なるほど。このトップはそんなこうなんかもうそうなんですよね。非日常の架け橋みたいな。なるほど。みんないい言葉出てきますね。いいこと言いたいっていうね。そういう感じの。なるほど。確かに。その僕もそれもう本当にここの意見が全てかなと思うんですけど、めちゃくちゃ簡単に言うと、すごくかけるだけで上級者感が出せるっていうところだと思うんですよ。このツーブリッジのもう一番の良さというか分かりやすさっていうのは、もうかけるだけでちょっと上級者、ちょっとこうおしゃれ感が出せるっていうところが一つポイントだと思っていて、ただこれちょっとやっぱ注意点っていうのがすごくあると思っていて、言葉を選ばずにちょっと言うと、ちょっとこうリアル感が出ちゃう。例えば若い方とか女性がかけたら、これは結構外し的な感じになって、割ともうファッション的にすぐスッと入れれると思うんですけど、我々のようなこうミドル世代以上の男性がかけるとおじさんっぽい、これちょっと今言っていいのかなと思ったんですけど、ちょっとそのリアル感が出ちゃうことがあるじゃないですか。このやぼったさとファッション性のこのせめぎ合いというか、そこがすごい一個難しいところだなと思ってて、そこさえちゃんとクリアしてかければ非常にいいアイテムだと思います。例えばこう吉田さんが今こういう正統派なダブルブリッジをかけていて、例えばですよ、この首から下がむっちゃくちゃ普通のスーツを着てたとしたら、もうなんていうんですか、リアルメガネ、多分そうですですよね。なんか
おじさん感といいますか、がちょっと出過ぎちゃう可能性があると。でここを吉田さんなんかはちょっとこうモードっぽくしたりして、そこに入れることによってなんかこうおしゃれ感が出てるんですけど、ここがちゃんと出せるかどうかっていうのはポイントじゃないかな。そうですね。はい、これすごく思います。多分そこでポイントになるのはこのリムの太さとか色、ボリュームっていうのを、またサイズ感ですね、もちろんをちょっと気をつけていただいて、なんで僕なんかは割と意識的にこっちかけてた時よりもちょっと年取りましたからちょっとこのボリュームを引いてやったんですよ。でちょっとこの武骨な感じをちょっと洗練させる方向にいくことによってちょっと割とすっきり見えるので、いい意味でツーブリッジ感をちょっと引いてやるっていうことをちょっと意識しましたね。なるほど、そうですね。特に今かけてらっしゃったところトップバーがちょっと細めになってるので、パッと見そのダブルブリッジがそこまで強調されないというね。確かにツーブリッジ講座。あとやっぱり四角い正統派なこうツーブリッジとかこうアビエーターとかよりもちょっとこういうラウンドっぽい感じとか、こういうこの辺ですね、こういうシェイプを選んだ方がちょっと外しっぽくなりやすいのかなと思うので、そういうのもちょっとこう気をつけながら選んでいただくといいのかなということで、こういうツーブリッジのかけ方みたいなものを今お話ししていったんですけど、次これおすすめだよみたいな一本ってありますか？ありますね。あります。これ新作なんですけど、これステディから出ているこちらのモデルですね。もう本当新作です。もう完全にもう本当入ってきたばかりのモデルで、シェイプがなかなか面白い。なんか変わってますね。ちょっとここに角があって、柔らかいこうなんて言うんでしょうね。いわゆるこういうね、正統派っぽく見えて違う。そうなんですよ。何型って言っていいのか分かんないですけど、スクエアでもなく、いわゆるティアドロップっぽいモデルでもない、そういう形になってる。いわゆるこうもちろんラウンドとかボストンのシェイプでももちろんないという感じなんですけど、これなかなかいい形で、さっきね話も出たんですけど、ちょっとこうトップバーも細めになってるので、すごくこう合わせやすいバランスになってるんですよね。でレンズサイズちょっと大きめなんで、ちょっと厚み出るかなと思ってるんですけど、もう行ってもいいかなっていう、もうこのいいもうねちょっとそろそろ次のやつも欲しいんでかなと思ってるのがこちらですね。かけさせていただくとこんな感じですね。なんかやぼったくないですね。すごい洗練された形だと思います。すごく。これシルバーとゴールドのコンビカラーです。そうです、コンビカラーです。綺麗。それもすごく気に入ってますね、これは。なんかボカッタみたいな、カッタみたいな喋り方。あ、そうですね。これはね、ちょっとね、すごく気になってる一本っていう感じですね。吉田さん、次の一本は。そうですね。私も新作、雄一と山の新作でこちらのモデルですね。ちょっとさっき言ったみたいにまんまじゃなくてちゃんとディティールのあるツーブリッジだと本気に見えないっていうのがより出るかなと思いまして、かけさせていただくとちょっとあえてシルバー続いてるんでちょっと艶消しのゴールドにすると程よくツーブリッジ感も控えめですけどちゃんとデザインも感じるというになっていいんじゃないですか。めちゃくちゃ似合ってありますね。今までこう四角いのばっかりだったので良さそうですね。そうですね。ちょっとラウンドあまりかけないんで、ラウンドでちょっと僕の PD だと結構逆に岡田さんと逆に小さいのが多いんですよ。これぐらいでしたら70レベルでもいける。大丈夫です。なるほど、なるほど。はい。と思っております。結構ね悩みは皆さんそれぞれです。あるんですよ、やっぱりね。やっぱありますよね。あります。なるほど。私は僕だからちょうど中間ぐらいなんですね。多分その PD が僕66から67ぐらいさまよってるんですけど。からさまよってるんです。なんか日によって違う。ありますね。ありますね。これはなんかこう僕は結構どんなメガネでもだから間ぐらいなんで選びやすい。割とねどんなんでもいけるんですけど。次の一本おすすめなのが
これねこう商品に混ぜて置いてるんです。これ僕も作ってるやつなんですよ。私物にもうレンズも入ってますから、イエローズプラスのシャンデル、これ結構大きめのこのちょっとまあ正統派系ですかね、どっちかというと。でちょっとこうシェイプ的にはちょっとこう下がちょっと膨らんでるようなこのシェイプも面白いですし、この辺ちょっとねイエローズプラスのいわゆるこうドイツシリーズのやつなんで、ちょっと2000年代をなんとなく思わせるようなところありますよね。ありますよね。だからその辺の雰囲気がすごく良くて、正方的にもアセテートインジェクションってちょっと面白い作り方をしてて、まあこれ横メタルなんですけど、メタルとプラスチックのこの組み合わせる部分の精度の追い込み方、これすごいですよね。このディテール自体は、見れば見るほどっていう感じで、まあこう大きさ的にも結構大きいんですけど、なんかそれもなんか今の気分にいいのかなということで超光レンズ入れてさせていただいてます。どうでしょう、2ブリッジダブルブリッジってどんな人におすすめですか？例えば1本目とかではちょっと難しいんですよね、やっぱり。そうですね。まあハードルが多少はちょっとあるかもしれない。まだ2本目3本目ぐらいですか？まあそうですね。そこからだったら本当に選びやすいところになってくると思うんですね。でおすすめとしてやっぱりまあ基本皆さんやっぱりメタルばっかりっていう人にそんなにセルとメタル両方持たれるパターンって結構多いと思うんですけど、メタルフレームってこうかけた時にこう特にセル愛好家の方だとちょっとこう物足りなさって出てくると思うんですよ。やっぱりここで2ブリッジになることによってちょっとこうなんてフレームの存在感って出てくるんですよね。それをうまくねこう使っていただいたらいいんじゃないかなと思うんですよね。確かに。それはすごくあります。太セルとかもよくかけるんですけど、やっぱメタルかけた時にセルよくかけてらっしゃる方よくおっしゃられてるんですけど、ちょっと寂しいというか物足りないっていう感じになりがちなんで、そこを埋めるこのトップバーが埋めてくれる。この線一本で埋めるというかありますからね。本当に。たった一本の線ですけども、そこが結構ね重要なんですよね。ということで、まあこれ語り出すと全然足りないんです。そうですね。1回じゃ終わらない。1回じゃ終わらない。これ2回目3回目やっていきましょうか。やりますか。やっちゃいます。シリーズ化しましょうか。愛好家会。そうですね。今って結構お客様から2ブリッジっていうお声が2ブリッジをかけたいですっていうお声が多くて、それちょっと10年前とかちょっとあまり考えられなかった状況が今あるので、今一番挑戦していただきやすいで選択肢もたくさんあって、確かに今ですね。今ですね。2ブリッジかけるなら今ということで、うまくまとまりました。ありがとうございます。ということで、まあ2ブリッジ紹介します。まあ各店舗それぞれいろんな入荷がありますので、まあインスタグラムだったり SNS 見ていただいたり、まあ実際に店舗に足を運んで、いろいろ見比べていただければと思います。では本日もね、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた次回メガネの時間でお会いしましょう。さよなら。さよなら。メガネの時間では東京、京都、大阪、神戸のアイウェアセレクトショップデコラと GB ガファスがメガネに関するさまざまな情報をお届けしています。チャンネル登録、高評価お願いいたします。